そろそろこの面も焼きが回ってきて、いろんなところにボロが目立つようになってきました。2代目を真面目に考えてます。お金です。よろしくお願いします。これで突然なんですけども、皆さん、ふかねっていうのはどういうイントネーションで読んでますか？私がそう呼んでるから、ふかねって読んでる人が多いかなと。ふかねさんもそこそこいる一方。我こそはというね、変わったイントネーションでお呼びの方はぜひ、コメント欄に上下でね、ぜひ表記してほしいなと思うんですけれども、そんなふかねさんのお話をね、ふかねさんのお話じゃないね。今日はね、そんなイントネーションから来てですね、相対音感のお話をしたいなと思います。一応ね、この動画、前回の音感って何みたいな動画の、続きになってます。1ヶ月空いてますが、喋ること考えてるとね、まだ煮詰まってないとか思って、ちょっと撮ると先送りになっちゃうんですけど、もうちょっとこう、なんていうのかな、話を絞ったら、もうちょっとちょこちょこ出せんじゃないと思うので、今日はね、相対音感についてお話をね、したいと思います。カラスが鳴いてるな。前回、非常にこう、大きな意味で音感っていう話をしました。音感っていうのはその音の高い低いっていうのを耳で感知することができるかどうかっていうその感覚の話ですね。で、みんな音感があるかなっていうことをね、やってもらったんですけれども、今回はそれをもうちょっとこう、視点を絞って相対音感っていうところを話していくんですけれども、相対音感っていうのはね、ない。これに乗ってないのか、工事にも乗ってないのか。要するに何かっていうと、さっきの音よりも低いか高いかってこと。相対音感って絶対音感を持ってる人じゃない人はみんな相対音感を持ってるっていう認識でほぼいいと思うんですよね。だって高い低いは分かってんだもん。ってなんでこの音が高いかっていきなりから入られたら誰もこの音は高いかどうか分からない。ね、人間の出せる声的に高い部類だなみたいなのはあるけど、でももしかしたらかもしれない。そしたらさっきの声は低い方になっちゃう。もっとその上があったってなるから、絶対っていうのは鍵盤上に置いてここだっていう位置が分かってることなんだけど、相対っていうのはさっきのと今のと比べる、もしくは今のと前のを比べてどっちが高いかな低いかなっていうことが分かるかどうか。例えば何の歌にしようかな。メリさんの羊をメを基準にしたら、メリさんの羊で、どんぐらい上がるか、どんぐらい下がるかっていう塩梅も、なんとなくわかるじゃん。これが何かっていうと、今こうやってこう上下で表したでしょ？高い低いって、高い低いって大体上と下の軸でね。これを、そのまんま表記したのが楽譜なのよ。多分今五線譜のこうなんかすごいアップしたやつが出てるのかな。五線譜はそのままこう、音の上下なわけよ、この黒玉がね。で、これをこのまま、って横にやると鍵盤になるんですね。メリさんの羊。感覚としてはこんな感じよ。ちょっと今図解で正しく言えてるかどうかわからないけど。で、だから、めっちゃ高いな。めっちゃ低いな。いや、ちょっとだわ。っていうところで、音は探していけるんです。もちろん最初の音が何なのかっていうところはあるんだけど、またこれちょっと次の話になっちゃうからあれなんだけど、超っていうのがあって、だいたいどっから言っとくのがね、無難だと思うけど、どうから言って高いか低いかっていうところで音を探してみるっていうのをね、やってみてもいいのかもしれない。今までの説明に一切鍵盤出てきてないんだけど、それは決してサボりとかではなくて、少なくともこの感覚は別に鍵盤が今目の前になくても全然できる。自分なりの楽譜ができちゃうわけですね。別にドレミが分かんなくても。そういうのをもっとこう精密にどんどんなってきて、ちょっと3段階上だわとかなってくると、音探すのが早くなる。っていうことなんだ。自分のまずやり方、発見していく楽しみもあるわけじゃない。この音じゃん、この音じゃんって、あの曲のあの部分がちょっといけたわみたいな。その楽しみをね、知ってほしいなと思うので、今の感じで、まずはワンフレーズぐらい振ってみましょうよ。で、音が見つかってきたら、弾いてる人のとかを見て、答え合わせしたらいろんな曲弾いてるので、ちょっと一回見ないで、一回解いてみて、その後ちょっと見てみるっていうのにね、動画使ってみてほしいなと思うので、好きな曲でね、ちょっとみんなやってみてほしいなと思います。今日は相対音感の話をしました。絶対音感を持ってる人がさ、こういう話をするのは、あんまりリアリティのない話なのかもしれないけど、速度の差だと思うのでね、これからお話ししようかなと思ってる耳コピー伴奏の付け方とかそういう話もね、ゆくゆくしていきたいなとは思ってるんですけど、そこも、私はそこそこ早くし
しますけど、どんなことやってんのかなっていうお話を一つ一つしていきたいなと思ってるので、お待ちいただきつつ、こんな話が聞きたいよっていうのもなったらね、ぜひコメント欄とか、あとね、概要欄のフォームからぜひ書き込んでください。そこにメールアドレスとか名前とかいらないので、自由に書き込んでもらって大丈夫です。相対音感始めようぜっていうタイトルに多分なってると思うんだけど、そんなお話でした。ご清聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。